本電信電話株価急落中、機関投資家のシナリオについて絶対儲かる。投資 YouTube 業界で騒がしている銘柄、日本電信電話。ちょっと検索すれば電信電話が上がってきて、配当利回りが 3.6% になった。今後も増配していくっていうからね。しかも日本政府が筆頭株主 34% を保有している。で、僕のパパからすれば個人年金並みに手堅い企業なので、財務状況や独占業界で見通しが容易じゃないですか。だから NISA で投資初心者でも人気な銘柄ですよね。ここ最近、理由もわからず、株価はピークの192円から現在 147.8 円、最終日の気温146円まで 24% ぐらい下落。長期で持っても短期で持っても利益が見込める。まさにアルゴリズム手法にはぴったりのターゲット銘柄。家族も興味津々なので、この1銘柄を僕の持ってる技術すべて使って本気で解説分析していきます。この銘柄だけ1個に命をかける。このチャンネルは VTuber の僕が家族や自分のために利益が期待できる株を分析して、投資初心者に限らず株をいついくらでエントリーしていくらになったら利益確定するのかとかの値段設定も公開しています。他のチャンネルにはないコンテンツですよね。日本の税金は労働で働く家畜の大半は訳も分からず税金をむし取られている。で、税金ってどうすることもできないしって文句言わないバカな人間に高い税率を課税して、不労所得で畜が会社に貢献した利益で生活する貴族には優遇する税率をかける。この世界は本当に不公平なんだよね。これを今見ている皆さんは賢明な投資家が多いです。目標を明確に持ち、志を共にする同志ですね。今日紹介する銘柄はこの1銘柄だけで、証券番号9432日本電信電話。現状の分析では NTT 株は年初最安値を更新中で、現在の株価は146円ぐらいだよね。株の買い時を考えるチャンネル僕いつも見てるんですけど、視聴者のアンケートによると NTT 株を損切りしないっていう意見が 81% で、長期保有を推薦する意見が多いですね。投資が趣味みたいな人たち1760人のみんなが多分みんなホールドしたいんだよね。こういう投資活動が趣味みたいな、プロみたいな人たち、それが1760人いるから、みんなが思ってることは、多分みんなホールドしたいんだよねとかじゃなくて、数字の実績で個人投資家がどう思ってるのか、長期保有したいというのが 81% だから確認できる有益な情報でしたね。重要な価格帯テクニカル分析を見ていこう。200日移動平均線が下向きで、50日移動平均線がデッドクロスしていて、下降トレンドの可能性があるじゃないですか。150円の買い板が多くて3300万株以上の買い注文が入っていたんですけど、これは日本全国民がキリのいい数字150円にしていたのがわかりますね。この最終防衛ラインを突破されたのは投資家にとって予想外だったことですよね。買い支えが急になくなって少なくなって、ホルダーの人も自信が急になくなって損切りしたいなっていう層も増えてきた。この後は実際の数字を見て、売る人買う人がどちらが多いのかっていうのを探索していきます。147円が過去にリバウンドした実績があり注目される価格帯。ここを見ても、ここ 147.4 円、146.9 円とか、去年はここが底値だったんですよね。これは今回は 145.4 円か。結構下がってきたな。配当は増配されるから、絶対お得なんで、しかもここ、リバウンドするはずなんですよね。するはずといっても、ちゃんと数字を見てから確認してから行きましょう。リバウンドの可能性。この150円付近で横ばいが続く可能性がよくあるパターンで、リバウンドのタイミングは注目度が下がった後によくあることです。多くの投資家が長期保有を選んでおり、配当利回りも 3.6% と魅力的であるため、下落を気にせずに持てる。テクニカル的には下落トレンドに入る可能性があるけど、147円でのリバウンドに期待がかかる。短期的には150円の買いの動向を注視で、数ヶ月の横ばいの後にリバウンドの可能性がある。大体そのシナリオですね、機関投資家としては。これが資生堂のチャートなんですけど、これもね、急に下がり始めて、で、業績が悪いってわけでもないけど、で、4ヶ月の停滞があって、そこからグイって上がっていってる。多分ここから上がっていくんじゃないのかな？ NTT も同じチャートになるだろうと言われています。さて、投資チャンネル株の買い時を考えるもので、僕も基礎を学んでそこから来ました。だからね、参考になっています。では僕だったらいくらで設定するか、これから分析して他のプレイヤーの心情を理解して利益を出していきましょう。では、チャートを確認していきましょう。今、検討すべきか。NTT の株価は2024年5月10日の決算発表の後急落。個人投資家は一時的な下落と見ているので、値上がり益の期待値が非常に高い。数ヶ月の長期投資だったら確実に利益は狙えるでしょう。では、信用倍率を見て、
個人投資家がどう思っているのか見ていきましょう。ここを見てください。信用倍率の変化が株単にここに書いてあるんですよ。5月10日から17日 18% 信用倍率が減って、5月24日が 45% 減って、さらに5月31日 16% さらに減った。なんでこれの最後の6月7日のこの1週間が 77% だけ急にね拡大してるか。多分それは日銀会合でそのために控えているんでしょうね。で、それまでは信用倍率が減少することで、投資家の強気だった姿勢が弱くなって、様子見ってなったんだよね。で、特に5月24日の 45% の信用倍率の変化っていうのは、投資家の心理に大きな影響があるなっていうことは確認できます。さらにここに出来高があるんだけど、これって減少してるんだよね。この数字がバーってあって、もう出来高とかがあって、もうこれ一個一個ね、チャット GPT に読ませて AI で認識させてもらうと、もう一発でわかるんだけどね、出来高が減少してるんですよね。そうするとね、株価が下落しやすいようになるじゃないですか。なんでかっていうと、これから買いたいっていう人よりも、出来高が減るっていうことは、離脱していく人が多いわけだから、売る人ばっかりになっちゃうんだよね。参入してくる人が少ないから、売りたいって言っても買われないから、もうちょっと安くしないとダメかなって。だからどんどん値段が落ちていっちゃう。6月7日だから、ここら辺の間で、信用倍率が 46.52 に急増、投資家の姿勢が強くなったことを表す。加熱しすぎっていうこともあるでしょうけど、NTT がめちゃくちゃでかいことがあるし、一般投資家は基本、そういう金融取引は行わないので、株価に与える影響っていうのは微粒子レベルじゃないかなと思います。ただこれだけ個人投資家が過熱感持って買いに進んでいるけど、それ以上に売りが進んでいる。まあ出来高が減っているっていうのもあるしね。とにかくこの結論言えるのは、この6月7日の直近の1週間のデータから急にね、減っていたものが増えていってるんだよね。だから株価は下がり続けているものの、中の方向性っていう力が全然違う方向になってきている。信用取引の変化率っていうのは、投資家の心理を反映していて、で、これはね、目には見えないけど、明らかに上に向かう変化が起きている。5月30日以降から、売りから買いのエントリーに切り替わっていってるんだよね。つまり、個人投資家はさすがに安すぎる。ここでトレンドが変わるっていうのが数字という実績でわかります。じゃあなぜ下がり続けているかっていうのはさっきも言ったように、出来高が減少しているから、もしくは機関投資家に左右されている、操作されている可能性が高いな。おかしいじゃないですか。みんな買うって言ったら上がってもいいものの、下がり続けてるって出来高が少ないっていうのは、機関投資家が買い控えているとしか思えないですね。僕の一意見ですよ。業績を見ていきましょう。知ると世界が変わってくるし、精度が上がってくる。みんながどう思ってるのか、じゃあ実際はどうか、今後この業績が株価にどう影響を与えていくのか、短期的にはそういう気持ちが先行しますけど、後で株価の指標とか、特に EPS かな、これだけ有名な企業だったら反映されてくるんですよね。だからどうせこう長く保有するんだったら根拠を持って持っとかないとね、不安になって売らないように。さて、2023年度の業績を見ていきます。営業収益が 1.8% 増えて、営業利益が 5.1%、当期利益が 5.5% 増えて、EPS は 8.4% 改善した。だいたい EPS に反映されていて、一般的に EPS が上がっていくと株価も後に反映されて上がっていく傾向にあります。まあこれは株の買い時チャンネルが言ってたね。確かに不思議と上がっていってました。じゃあなんで今回下がったか、株価急落の原因は、これがファクターと言えます。2024年の業績の予想が悪かったっていう、マイナスになってると投資家って気嫌いするので、営業利益とか、当期純利益、なんかわかんないけど、まあ下がってますね。株価に与えるプラスの要因としては、2023年度、増収増益は企業の成長を示していて、投資家の信頼を高める要因となっていました。営業収益、営業利益、当期利益が過去最高を更新していて、EPS も前年度比増加していることからポジティブな影響が期待されるということで、株価が上がっていってたんです。今回マイナスの要因とされているのは、2024年度の業績の予想で、当期利益が前年より減少する見込み、株価を下げる建前だと思うんですけど、これにより投資家の期待が下がったとされて、株価にネガティブな影響を与えるっていうこと。さて、指標を見ていきましょう。時価総額は12兆円を超えるので、もう申し分ないね。その株価の指標が正当に評価される。そして、PR が 10.6、全銘柄が15倍が正常って言われてるけど、それは業界によって大きく異なるからね。もう15で終わってる人はまだ初心者。日本電信電話だから、
ここのソフトバンクと日本電信では KDDI、これが比べるのがいいでしょう。配当利回りはほぼ一緒。で、資金効率の ROE に関してももうほぼ同水準。で、自己資本倍率もまあほぼ同じっていうか、3社似たような感じでしょうね。さて、みんながどう思ってるかっていうのは、株価がこうやって下落したのに対して、業績、株価収益率の PR っていうのは、主には下がってるけど、そんなにめっちゃ安い指標じゃん PR っていう感じではないね、意外と。配当金に関しては 3.5% で、高配当っていう分類してもいいし、配当金は毎年増配していってるし、で、2024年の業績が悪いよって言っても増配するんですよね。で、財源っていうのは申し分のない鉄壁の財務なんで、業績もね、通信業界って給料が減った、ボーナスがなかったからインターネットやめますっていう人はほとんどいないじゃないですか。だから見通しが立ちやすいから株価というものは安定しやすい。飛びつくやつもいないから。短期でね。じゃあ、チャート分析第2段階以上を踏まえて方向性がわかる。結局、チャット GPT で聞いてきました。業績とか株価指標を今見てきて、で、決算報告書も見て、で、信用倍率で個人投資家がどう思うのか、そしてチャートで今お得かっていう、で、それを全部踏まえて株を購入するタイミング、今買ったらどうなるかっていう勝率をチャット GPT 全人類の英知を集めて、機械がね、公平に判断してもらいました。それと僕もね、短期的な勝率としては、まず、信用倍率と出来高について、短期的に信用倍率が増加していて、出来高も増加しているから急に株価の反発が期待されているっていう動きになりつつある。短期的なキャピタルゲインの確率が高いとされて考えられています。テクニカルの分析をしてみます。短期的なテクニカルの指標。それはみんな見るところ違いますけどね。平均移動線、ボリンジャーバンド、RSI、MACD とか、いずれにしても買いシグナルが出ているところが多いんじゃないかな。共通して言えるところは、トレンドが変わった時に購入するのが一番いいよね。もっと早めに購入するときは、兆しを今回みたいに観測するっていうこと。今回はたまたま見つけたのでよかったですけどね。大っぴらにそういう機関投資家っていうか、周りのね、世界の演出っていうのがもうあからさまに下がるよみたいな。で、ここでそろそろ上げよっかな、みたいなのがもう分かったので、初心者の投資家は、ここで怖がらずに、どんどん買っていくべきだと思いましたね。親族、家族にも買い増していくように進めています。長期的な勝率を聞いてみました。まずは、業績の安定性が上がります。2023年度の増益増収は、企業の基盤が強固であることを示している。長期的には、これが株価の安定した成長をサポートする要因とされている。インカムゲイン、配当を狙う投資家にとっても安定した利益が見込まれる企業は魅力的とされているから人気が高まっていくだろう。2024年度の業績予想。この業績の予想は一時的な調整と評価されるとチャット GPT が見ていて。やっぱりこの NTT は通信業界って人口が減っていかない限りはどんどん上がっていくだろうし、手広くいろんな方向性、多方面に業種を広げていってるから、そういう話が上がっていない人口減少って言ってもまだ問題になるっていうほどそのインターネットでは書き込まれていないので、チャット GPT もそこを見ているんじゃないかな。さて、材料はすべて整いました。それでは株の注文の設定、アラーム設定、いくら買えばいいのか、いつ買えばいいのか、行きましょう。目は徹底的にアルゴリズム注文値段設定。さて、いくら買えばいいのか、銘柄の信用度を参考にすると個人年金に相当するので、僕の場合、運用資産の 10% まで買い増しています。700万円だから僕が70万円くらい買う金額は。現在は55万円持っているので、まだこれから下がっていたとしても、買い増ししていく。リスクは全然許容範囲です。もっと下がっても。今回は自信があるから、運用資産の 10% と大きくしています。皆さん 10% っていくらになりますか？教えてください。8000万円持っている人だったら800万円。1億だったら1000万。大きい割合ですよね。さて、いつ買えばいいのか。株価の意味不明な下落っていうのは機関投資家による戦略です。半年後にはいつの間にか上がってるパターン。あの時買ってたらよかったなっていうパターンですね。現時点146円。かなり割安なので、段階的に下がったら買うっていう、下がるほど買う金額を増やしていく。僕の場合ね、人工 AI と僕の判断で、結構自信があるというか、数字という実績で状況を把握した上で、この判断なので、これで負けたらもうどうすればいいんだってなっちゃいますよね。絶対というものはないけど、かなり自信がある。さて、どこまで下がるとかみんな思うと思うんですけど、予想する必要ってないんです。現時点で買うか買わないか、その判断だけ。安くなればエントリーしていく。プロのトレーダーが、評論家が予想できないのに、自分たちがこの先の予想できるかっていうか、僕はできないと思っていて、当てにしてない現時点で買いか。チャット GPT とか僕で浅く考えて、この業績から
必ず反映されるこの時価総額の多さから意味がよくわからない下落が続いていてパニック売りになっている。それは機関投資家に仕掛けられているもの。まあ、して株みたいなもんなのか？いずれにしてもニュースとかで YouTube でもね、投資の業界で注目度が上がっていて、みんなが買っているはずなのに下がり続けているって、業績も悪くない。それは圧倒的な火力で売り続けている。でも中の様子を見ると信用倍率とか出来高からしてもう方向性は変わってあげようっていう個人投資家の動きがある。それ確認できてるのにまだ下がっているっていうともう機関投資家ぐらいしか思い浮かばないですね、僕は。どこまで下がるかはわからないけど、みんなは割安と思っている。まあ、さて、いくらで買えばいいかですね。僕が今スマートフォンで見た金曜日の株価が 146.5 円。一番低い時。もう僕、このアルゴリズム設定ね、0. 何円とかいう想定してなかったので、146.2 円とかやりたいけど、まあ146円でいいです。ここでエントリーして、で、133円になったっていう時には、まだ下がるのかなってもう、どうしようもない。予測不可能なことが起きているので、もう損切りを設定します。自動でね。逆に146円で買ったものが 6% 組益になったら、トレーディングを開始して、で、そこから 3.3% 下がったら売却して利益確定して他のもっと魅力的な銘柄を買うっていうことにしてください。まあ 6% から超えた瞬間から 3.3% 下がっても利益出るのは確定じゃないですか。大抵勢いがあって、もっと 6% じゃなくてね、130% ぐらい上がっていくと、今回は僕勝手に思ってるんで、値段設定すると、まあ大体儲かるでしょうと。これはみんなにお勧めしているというか家族に話していることです。アラーム設定を行います。これはね、結構両方上と下設定するパターンで、164円の上の設定。これは勢いが出始めたっていうかトレンドが転換して上昇トレンドになってる可能性が高いな。それを確認するためのアラームです。ずっとね、見続けている人たちっていうのは専業トレーダーでない限り無理なんで、キモいですよね。毎日1時間おきにスマホを見て、YouTube で投稿してるサラリーマンいるんですけど、仕事しろって僕思うんですよね。会社なんかどうでもいいと思いやがって、貢献しろよ。サラリーマン働いてんだったら、もっと監視してほしいよ上司とか僕は思っちゃいますね。嫉妬なのかな。さて、下限値144円。これ以下になっていく可能性も普通にあるなというのを考慮して、予算は現金は取っています。で、このアラームが鳴ったら僕も許容度の限界まで買っていきます。皆さんは他にどういう意見をお持ちですかね？コメントがあったら書いてください。今回は NTT1 銘柄だけを僕が本気で分析しました。チャット GPT っていうのが新しくできたんで台本に組み込むのにね、構築するのに時間がかかってしまいました。今度はそれをテンプレートにしてね、組み込んでいくので、投稿時期っていうのは安定していくはずです。さて皆様何曜日がテンション上がるでしょうかね？または何曜日だと対策ができるからいいんだろう。例えば月曜日に発表したら、もう見た瞬間から注文を入れて明日見ることができる。もしくは日曜日がいいかもしれないですね。金曜日はテンションが上がるけど、金曜日の3時から動画制作して、どうやってもね、2日ぐらいかかるんだよね。僕の場合、テロップ入れて、画素入れてっていうと。さて、僕の世界観についてお話ししていきます。自分の労働に依存しない収入源があれば、会社で働かないという選択肢が増える。起業して失敗しても生活は維持できる。会社で嫌なことがあっても辞めるという選択肢ができるから、会社への思いっていうのが、余裕っていうのが変わってくるはずなんですよね。僕の友達で、僕が自動車整備士だった時に、年収が400万円くらい。それをはるかに超える600万円の車を友達が買ったんだよね。6年かけてようやく返せるって言ってただよね。その間6年間は会社に拘束されることになるじゃないですか。自分の生活の資金、家賃、食費、また車ってなると600万円のローンを払うし、駐車料金で名古屋で1万円、返済で月4万円かかって、保険で毎月4万円かかるって高いよ。つまり会社を辞めれない環境を自分で足かせを作ってるんですよね。そりゃね、気持ち悪くなってうつ病にもなったりしますよね。僕は気持ちの逃げ道を作るために軽自動車に乗って割と節約をしていました。やっぱり僕は友達がいなくて、自分がやりたい夢に向かってね、考える時間がすごく多くあったんです。だから自分がどう生きたいかをじっくり考えて実行に移すっていう時間があったんです。皆さん自分の人生じっくり考えたことはありますか？50年、60年生きていて、
そういう時間ってある？毎日考えてるっていう。さらに夢を叶えることってできた？やりたいことがあるんだったら、夢を俺は叶える。海賊王に俺はなるってね。聞いてもないのに、周りの人に宣言できたりしていますか？僕の夢はね、投資で1億円の資産で、VTuber 事務所を創設するという目標があって、YouTube で宣言している。思うは招く。僕は言葉は現実になるって思っていて、なぜかそれは周囲の人がね、影響されていくから、みんなのあなたの夢を手伝ってくれるから、僕が VTuber 事務所やりたいって言ったらね、コメントで、私手伝います。動画編集やりますっていう人がいたり、だったらこうしてみれば、知り合いに知ってる人がいるから紹介するよ。とかね、そういう人が集まってきて、やっぱお金持ちの人って知ってるんですよね。人生の転機はいつでも起こせる。ただ自分が起こすっていうことをね、5人の友達で人生が決まる。僕は孤独になった。学生の友達から年月が経って、10年ぐらい経っても同じ友達と付き合って、何かしら誰かと一緒にいないとダメ、気が済まない。休日は誰かでいつも潰れてしまう。潰れるっていうか、友達っていうか仲間とつるんでコンビニでたむろする。今はそういう目視することはなくなったけど SNS でも誰かに LINE で繋がるとかメールしっぱなし、電話して終わるとかよくあること。配信アプリもそうです。孤独の時間がない人間っていうのは思考が浅くなりがちで、チャット GPT が考えてくれるからいいでしょって思うけど、自分がやりたいこと、株の分析とかね、自分が分かってるところ、分析したいところ、答えてほしいところ、チャット GPT も正確に文章で表現するっていうのが求められてくる。僕の場合 VTuber 事務所を作ったり、1億円の子孫を作りたいから YouTube で人を巻き込んでコミュニティを作って、コミュニティでは数千万円以上の資産の人たちで構成されて僕も大きく影響を受けています。一番初めにしたことは孤独になることです。皆さんは孤独になったことありますか？これがないと夢は叶わない。コミュニティや社会に時間を使っていたら、昔の知り合い、もうどうでもいい人に使う時間がね、なくなって当然なんですよ。大切な人に時間を使うから、昔の知り合いのどうでもいい人に使う時間というのはなくなっていきます。それは当然です。いつかやることは今始める。人生みんなの思ってる以上に短くて、人生は何週間あると思います？それはね、4000週間だ。40歳を過ぎている人は残りの人生に2000週間ぐらい。ただ人生は短いけど、夢を叶える時間っていうのは神様から与えられています。いろんな人がね、夢が叶えられた？やりたいことやってる？って言ったら、いや、時間がないとか、忙しいとか、それはね、単純に、あなたの夢の優先順位が低いだけ。コンビニによって、お酒飲みたい、タバコ吸いたい、友達とたむろしたい、ゲームしたいっていう。お前の夢はそんなどうでもいいものだったのかって。成功するのは時間がある人じゃない、お金持ちでもない、運が良かったっていう人でもなくて、単純に継続していたから。僕だってそうです。VTuber 業界では相手にされなかったですね。配信プラットフォーム、リアリティでもね、こいつ人気出ない、冴えない VTuber だなっていう認識だったと思うんですよ。僕は好きでやっていたので、もう他人の評価っていうのはどうでもよかったから続けられたんですよね。傷つかないっていうよりも、いや、何も理解できない知識と経験に劣る動物、ペット、犬みたいなやつがワンワン吠えてもね、全然もう話にならないのでやってこれるんですよ。それは2チャンネル創設者のひろゆきさんが言ってました。罵声を浴びせられても何とも思わないの？どう思ってるの？その対処法は？みたいな。で、僕はね、今まで YouTube やっててよかったなと思ってるし、これからでも続けていきたいと思います。挑戦した自分を褒めてあげたい。いやー、偉い自分は。よくぞ挑戦してくれた。さて皆さんは投資っていうものはなんとなくやってますか？それとも自分に信念を持ってやっていますか？自分はね、信念を持ってやってる。だから失敗してもブレないし、研究を続けている。みんながいっぱい稼いで、自分は結局できないやつなんだって落ち込む時もあるけど、結局は自分の成長さえ自分を主軸にして見ているから、あんまり気にしないんだよね。必死で生きている人っていうのは自分がいつか本当に死ぬっていうことを知っている人だとか、うまくいかない時、能力が不足しているのか、努力が不足しているのか、正しく見極めなければならない。いろんな話したいですね。幸せになりたいってみんな思ってるけど、本当に夢を叶えたければ、それ以外の全てをやらないと決意すること、その覚悟ができない奴が普通の人生を送っているんです。華やかな生活っていうかな、みんなに注目されて、いい感じかな、小春はって思ってるじゃないですか。確かにそうです。ただ今まではね、孤独でずっと突っ走っていったから、それができないと幸せになることはならない。みんなと同じ平均、満足しるっていう感じになるでしょうね。今回は NTT の機関投資家が目論んでいるシナリオ、僕は予想してね、言ってみました。よっぽど絶対儲かるっていう企画、僕が儲かると思って家族に、親戚に教えていることなんで、今後、こういう情報、自分が儲かりそうだなって思った銘柄を発信していくので、今後も見に行きたい
っていう人はチャンネルの登録をお願いします。もちろんこれがもっと多くの人に見てもらったら僕のモチベーションがアップするし、やっぱり小春子の木って有名になる逸材だったんだなーってみんなも思ってるじゃないですか。だったら高評価ボタンとか誰にもシェアしないけどシェアボタンを押すとこれ評価につながるんですよ。一番評価のプラスになるのがコメントなんです。なんでかっていうと、内容を見ていないと、最後まで見ないとコメントってできないじゃないですか。この動画、チャンネルを応援するために、みんながやれることっていうのは、高評価をして、別に低評価でもね、プラスになるんですよ。あとは、シェアボタンを押して、コメントをする。実際にどこを買ったかっていうのも教えてください。さて、みんな、復習です。いつかやるっていうことは、今、いつかやるじゃなくて、今始める。さて、コメントはいつやりますか？それでは、さよなら。投資も遊びも仕事も全力でやっていきましょう。